クローゼットトーク。 SNS で最近子連れ様っていう言葉をよく目にします。炎上してるっぽい感じの話題なんですけど、対立構造が見えるんですね。今日はこの子連れ様って何っていうところで考えていきたいと思います。今もう夜中で子供とパパが全員寝てるので、ちょっと声のボリュームを落としつつ収録してます。最近よく見る子連れ様っていう言葉なんですけど、こんな投稿がありました。飛行機で2歳の子供がぐずってしまい、前の席を蹴ってしまった。何度も謝ったが、前の席の人に本当に迷惑なんですけどと冷たく言われて辛くなった。子供のその瞬間はコントロールできないのだから辛かったとの投稿に対して、コントロールできないんだったら飛行機に乗せるべきではない、代わりに前の席の人の座席の料金を支払うべきだ。厳しい。前の席の人もいろいろな事情があったかもしれない。疲れていて寝たかったかもしれない。その迷惑を少しは考えるべきだ。開き直るから子連れ様って言われるんだ。被害者ぶるな。迷惑をかけないようにするのが親の役割。厳しい意見があったんですけど、これらのこの厳しい意見に対していいねがめちゃくちゃついてました。昨晩ファミレスで子連れ様に遭遇。3歳ぐらいのガキが通路をうろうろしていて邪魔だったので、しっしと追い払う仕草をしてやった。それからとあるママのこんな投稿で、ショッピングモールで今日は1円も使わずに子供を遊ばせることができて満足だったという投稿に対して、そのお金を落とさないという感覚が非常識だ、迷惑だといった意見がありました。また、お金を払っていれば多少迷惑をかけても構わないと思っているのが子連れトラブルの理由だという人だったりとか、逆に自らを皮肉る形で子連れ様からのお願いですという歌い出しで、お子様がいないのに授乳室で化粧したり休憩したりしないでくださいというような投稿もありました。すごく両者対立構造になっているように見受けられました。さあ、この子連れ様っていう言葉なんですけど、これって一体何なんでしょうか。で、少し調べたんですが、きっかけはとある SNS の投稿。職場で子供が高熱のために仕事を休んだ人を子持ち様と呼んで、その仕事を代わりにさせられている不満を訴えた。これがバズって、育休で仕事を休んだり早退したりする人への批判が SNS で噴出したのが始まりです。そこからレストランや飛行機、電車など会社だけじゃない会社の外の場所でもこの話題が広がっていって、呼び方も子持ち様から子連れ様に変化していったようです。そしてこの子連れ様問題なんですけど、最近の話、 SNS ができてからの話なのかなと思ってちょっと調べたんですけど、実は SNS が生まれるもっともっと前から実は似たような議論って起こっていたようです。ちょっとざっと紹介します。遡ることなんと1970年代、国鉄、私鉄、地下鉄で1973年9月、ベビーカーは危険で他のお客様の迷惑になるという理由で、ベビーカー乗り入れ禁止のポスターを東京都内の駅に張り巡らしたベビーカー論争というものがありました。そしてその後、1980年代に歌手のアグネス・チャンさんが楽屋に子供を連れて出勤している様子を女性の著名人たちが批判したという話題があって、これがアグネス論争と呼ばれたそうです。また2010年代にもありました。割と最近、これは覚えてる方もいるんじゃないかな。生後7ヶ月の赤ちゃんを連れてある市議会議員が議場に入場したことがあり、議員や職員以外が議場に入ることは規則で禁じられているため、開会が40分遅れたという問題があったそうです。私はこれ覚えていました。ちなみに今紹介した3枚の挿絵なんですが、私が描きました。この記事でも言われてたんですけど、時代が変わっても公の場所に子育てを持ち込む女性というのが迷惑っていうふうに見なされている。この点は今と共通してるんじゃないかなというふうに思います。で、私この最近の子連れ様問題の SNS の投稿を見てて気づいたんですけど、なんと子連れ様を否定してるのは意外や意外、
子連れ様だったんですよ。自分も子育てを経験していたりとか、今子供を育てていますっていうような子連れ様、おそらく自分はちゃんとやってきた、自分はちゃんとやってるのにきちんとしつけをしてないなんて理解できないっていうような気持ちだったりとか、子育てをきちんとできていない親がいるから私たちが子連れ様って言われるんだみたいな気持ちがあるのかなっていうふうに考察しました。まあでもこれに関してはマナーだったりとか子育ての仕方みたいなのに厳しい人がいるなっていうのは、私も YouTube をやっていて発信をしていて肌で感じるところはあります。この問題は単純に子育てをしている人たち対周囲、単純な構図なのかなと思ったら、私は実はそうじゃないような気がしていて、なんだか社会全体の余裕のなさみたいなところからも来るのかなっていうふうに思いました。最初の発端のね、子持ち様って言われたような会社の中で起きている歪みみたいなところに関しては、長時間労働だったりとか人員とかスタッフの不足、それから制度ですよね。制度の不足なんかもあって、子供を理由に休まれてしまうと残った人たちが代わりの仕事をしなきゃいけないしわ寄せが来てしまう。そもそも子育て世帯自体が減ってるので、子育てをする人だけに育児休業だったりとか子供にまつわる特別な休みみたいなのがあるっていうのは不公平だっていうような風潮があると思います。一方で子供を育てている人たちからしても、保育所の不足だったりとか病児保育みたいなのの預けづらさ、育児の支援の不足ですよね。支援の不足があって余裕のない中で仕事と育児の両立をしている。まだまだ男女の役割分担みたいなのがある。子供の急な病欠とか熱出したって言ったら、やっぱりお父さんよりもお母さん、女性の方が休むパターンが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そうすると働いてるお母さんっていうのはやっぱり休みがちになってしまうっていう現状もあると思います。あとは、みんながね、結婚して子供を育てるっていう時代ではなくなってきたので、いろんなライフスタイルだったりとかいろんな生き方があるので、周りに子供がいないとか子育て世帯への理解が少なくなってるというか、そんな熱出すのみたいな、理解をしてもらえないみたいなところはあると思います。なんでしょうね。もうみんな今の生活で精一杯で他者を思いやる余裕みたいなのが減ってきてるのかなっていうふうには思いますね。子供を育ててる人もそうでない人も今自分の生活で精一杯みたいなあるよね。つい最近ネットニュースになってたんですけど、あるタレントさんがグリーン車で移動中になんと隣に子連れの人が座っていたと。赤ちゃんかな。その赤ちゃんがずっと泣いてるんですって。で、せっかくグリーン車で帰ったのにほんと最悪、つぶやいたコメントに対してそのタレントさんに同情するようなコメントで溢れ返っていて、ちょっと立ち上がってあやすぐらいはしないのが非常識だとか、本当にかわいそうみたいな、疲れてね寝たかっただろうにうるさい思いさせられてかわいそうみたいな意見で溢れていたんです。確かにそのお母さんがね、どういう状況だったかわかんないんですけど、あやすこととかできなかったのかなとか、ちょっと席を立って別の場所でちょっと赤ちゃんをね気分転換させることとかねできなかったのかなっていうふうに思うんですけれども、でもここで例えばその隣に座ってる人が赤ちゃんじゃなくって体臭のきついおじさんだったらどうなんだろうとかね。あと花粉症でずっと隣でハクシャーンとか言ってすっごいでかいくしゃみを10回連続でしてるおじさんがいるとか、隣に座った人の香水の匂いがきついとかあるじゃないですか。そういうの私もこの前あったの。電車で寝ちゃってて女の子がこうやって私の隣の人がいて、私の肩をこうやって枕にしてこうやってもう重いんですよ、肩にこうやって。で疲れてる、眠いんだろうなと思いながら出んだけど、やっぱイライラしてくるわけ。私も余裕なくて、やだ肩もうやだ重いとか思ってやだなってすっごい思うわけですよ。そういうことあるじゃん。それからこの前雨の日ですよ。電車乗ってて混んでる電車だったんですよ。で傘を私の足元のところに傘の先っぽがあって、私のスニーカーがその子の水滴でポタ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 私の真上に傘がで、その子の傘の水滴が全部靴に垂れてきて靴が濡れたわけで、もう超嫌だと思ってマジムカつくと思ったんだけど、でもあるじゃんそういうことって。グリーン車でねお金出してね、せっかくね座ったのに飛行機でチケット買って座ったら隣の席の人がめっちゃ臭かったらどうする？でこの場合は、その人に
隣の人の座席の代金払ってくださいとかで、そういう議論になるのかなっていうふうに思うんですよね。何を言いたいかっていうと、お金を払ってれば迷惑かけていいと思ってるのは子連れ様だけじゃなくって、一般客もみんな同じなんですよ。それって公共の場所なんだもん。ある一定数そういういわゆる隣に来る人がどんな人か分かんないというか、みんなでシェアしてるわけだから、隣人ガチャみたいな状況って絶対あると思うんだよね、公共の場所って。そうだよ。だから今回のそのタレントさんはもう本当に同情するし、もう立ってね、ちょっと赤ちゃんをあやすとかはしなかったのかなって。でもそれだけじゃ、その文面だけじゃどういう状況かね分からなかったけど、公共の場所ってさ、乗り物とかさ、そういう隣人ガチャってあるよね。もしそれを回避したいんなら貸し切るしかないんですよ。なんだけど、特にやっぱりこの子連れ様に対してだけはやっぱりみんな意見が厳しくなっちゃうっていうのは、今述べてきたようないろいろな社会構造の問題だったりとか、時代の背景みたいなもの、いろいろな問題が根本にあるんだろうなっていうふうに思いました。あとやっぱりね、 SNS だよね。 SNS 時代でいろんなことがこう表面化してる。言いたいことを言って、自己開示欲みたいなものを満たす、そういうでもツールだからね、それでいいんだけど、でもそのあたりは私もやっぱりこうやって発信をしていて、すごい厳しいご意見をねいただいたりすることもあるので、すごい身に染みてというか肌で感じていることなので、 SNS に書いたら絶対突っ込まれるよなーって思いました。書かなかったらいいのにっていうふうに正直思いましたね。この投稿の答えってないと思うし、どっちが正しいかっていうのを決めるっていうのが目的ではないんですね。どうしてこんなことが起こってるんだろうっていうのを結構私なりに考察して俯瞰して社会問題として考えてみる。この国のね、未来って本当どうなるんだろうっていうふうに思います。子供がいる人もいない人もね、どんな立場の人も自分のことで精一杯で、余裕のない中で、果たしてこんな状況でこの国に子供が増えるのかなっていうのが私にはちょっと分かりません。でも私たち一人一人がこの社会構造の中の当事者の一人一人であるっていう風に自覚というか分かること、そして、少しだけ周りの人のことをね想像できるようになれば、明るい未来の一歩になるんじゃないかなって思うんですけど、これは綺麗事だよね。私もできないし、私だって子連れ様だけど、子連れ様に対して嫌だなって思う時だってもちろんある。だからこれは綺麗事だけど、理想論だけど、目の前の人の背景を想像するっていうことだったりとか、物事を俯瞰して考えるっていうことだったりとか、自分ってならないで、みんな一人一人当事者なんだけど社会を作っているというかがあれば、この余裕のない呪縛っていうものから少し自分を楽にしてくれる、自らを解き放つ、手がかりになるんじゃないかなっていうふうに思っていて、それができたらね、少しでも自由に自分らしく楽しく生きていけるのかなっていうふうに思います。SNS の話題からすごい壮大なテーマに変わっちゃったんですが、私の言いたかったのは、とにかく今辛くてもその苦しみは絶対一生は続かないし、未来は明るい、そんなメッセージを伝えていきたい、そのために私は発信をし続けています。すっごい抽象的に大きいこと言っちゃったから全然伝わってないかもしれないけど頑張りましょう。はい、今日は SNS の子連れ様というテーマでお話ししましたが、最終的に社会問題、じゃあ私たちはどう生きていくのか、そんなヒントを見つけられたらなという、そんな動画になりました。最後までご視聴ありがとうございました。